んにちは、ミルです。今日は親と一緒にお風呂に入る日本人というテーマでお話をします。すごく嬉しいんですが、私のポッドキャストは日本の方も聞いてくれているので、ぜひぜひコメントで教えてほしいんですが、子供の頃、親と一緒にお風呂に入ってましたか？それはいつまででしたか？はい、懐かしいですよね。私は多分6年生ぐらいまで親と一緒にお風呂に入っていました。お父さんとは多分低学年ぐらいまで入っていました。これを授業で話すと大体驚かれるんですけど、小学生の男の子がお母さんと一緒にお風呂に入ったり、小学生の女の子がお父さんと一緒にお風呂に入ったりするっていうのは割と普通だと思うんですが、どうでしょうか？隣のトトロでは子供たちがお父さんと一緒にお風呂に入るシーンがありますけど、私はね、全然普通の光景として見ていたんですが、他の国では信じられないとか虐待じゃないかという反応も多かったみたいで、論争になっていると聞きました。これすごく興味深いですよね。プライバシーの意識とか、親子関係の距離感の違いなのか。はい、ちょっとね、面白いなと思います。で、日本人がね、子供と親が一緒にお風呂に入るっていうお話なんですが、まず日本人にとってお風呂というのは、多分ね、ただ体をきれいにするところという認識ではなくて、体を温めてリラックスする場所だと思うんですよね。そしてコミュニケーションの場でもあります。はい。子供の頃はのぼせるまでお湯に浸かって親と遊んだり話をしたりすると思います。で、私はね、おしゃべりしたり歌ったり、あとはね、石鹸の泡で遊んだり、お風呂の中でね、お店屋さんごっこをしたりね、親と一緒にお風呂に入っていろんな遊びをしました。これは私にとっては普通のことで、多くの日本人もそうだと思いますし、さっきもね、言ったようにアニメにも描かれるんですが、そもそもね、なんで親子一緒に入るんだろうって考えてみると、まずね、シャワーだけじゃなくてお風呂文化だからっていうのがあると思います。シャワーだけね、浴室にポーンってついているわけではなくて、浴槽がね、ありますよね。で、これはまずね、浴槽に子供一人で入るというのはとても危険です。なので、もう必然的に親子で入ることになりますよね。親子じゃなくても子供と大人ね、一緒に入ることになると思います。それから、公衆浴場文化が日本にはね、根付いています。昔はお風呂がすべての家にあったわけではないんですよね。なので、銭湯に行く人が多かったです。銭湯というのは知らない人と一緒にお風呂に入りますから、裸で他の人と一緒にお風呂に入るというのは当たり前だったんですね。銭湯にね、親子で行ったり、おじいちゃんおばあちゃんがね、孫と一緒に行ったりして、なので子供の頃から他の人と一緒にお風呂に入るというのは普通の環境だったので、家のお風呂に親子で入るのも不自然ではないですよね。はい。私はね、よく近所のおばちゃんと銭湯に行っていました。そこでね、おばちゃんの背中を洗ってあげるのとかね、よくやっていました。おばちゃんがね、言うんですよ。ちょっとちょっと見る。背中流してよ。なんて言ってね。で、はーいって言って、背中をタオルとかでね、こう洗ってあげるんです。で、これはね、かなり仲良くないとできないことですよね。親の背中を流すとかね、お世話になった人の背中を流す、友達の背中を流す、なんていう言葉があるんですが、背中流すっていうのはね、こう洗ってあげて、ジャーっとお湯かけてあげるっていうことなんですが、このね、背中を流すというのは結構ね、信頼関係の象徴でもあると思います。で、お風呂はね、さっきコミュニケーションの場でもあるって言ったんですが、裸の付き合いっていう言葉もあるんですよ。裸の付き合いという言葉の意味を説明すると、まずね、日本だけじゃないんですが、日本には本音と建前がありますよね。そして、特にね、日本では上下関係が結構厳しいです。でもね、
一緒にお風呂に入ることでね、こう裸になってお風呂に入りますから、ただの人間同士になるわけですね。それでお互いの距離が縮まるという考えです。例えば、社員旅行で温泉に行って、みんな裸になって一緒の温泉に浸かるとかね、上司とか部下、先輩後輩関係なく裸になって一緒のお風呂に入るとか、友達と旅行に行って一緒に温泉に浸かるとか、そんな風にして本当に裸になって、ただの人間同士になって一緒に過ごす。これをね、裸の付き合いと言って、なので、この裸の付き合いという言葉には、立場とかね、そういうのを脱ぎ捨てて、本音で付き合うっていう意味があるんです。はい。もうさ、私たち裸の付き合いなんだから何でも言ってよ、みたいな感じで使います。で、こんな感じで、日本では親子だけではなく、誰かと一緒にお風呂に入るというのは不自然なことではないんですね。むしろ、一緒にお風呂に入ることによって、心の距離が近づくって考えます。背中を流すとか、裸の付き合いとかね、そういう言葉があるぐらいですね。はい。なので、日本人同士だとこういうのね、割と普通なんですが、他の国のね、人と話すと、これはかなり独特な考え方のようで面白いなーって思います。ということで、今日は親と一緒にお風呂に入る日本人というお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は親と一緒にお風呂に入る日本人というテーマでお話をします。すごく嬉しいんですが、私のポッドキャストは日本の方も聞いてくれているので、ぜひぜひコメントで教えてほしいんですが、子供の頃、親と一緒にお風呂に入ってましたか？それはいつまででしたか？はい。懐かしいですよね。私は多分6年生ぐらいまで親と一緒にお風呂に入っていました。お父さんとは多分低学年ぐらいまで入っていました。これを授業で話すと大体驚かれるんですけど、小学生の男の子がお母さんと一緒にお風呂に入ったり、小学生の女の子がお父さんと一緒にお風呂に入ったりするっていうのは割と普通だと思うんですが、どうでしょうか？隣のトトロでは子供たちがお父さんと一緒にお風呂に入るシーンがありますけど、私はね、全然普通の光景として見ていたんですが、他の国では信じられないとか、虐待じゃないかという反応も多かったみたいで、論争になっていると聞きました。これすごく興味深いですよね。プライバシーの意識とか、親子関係の距離感の違いなのか。はい、ちょっとね、面白いなと思います。で、日本人がね、子供と親が一緒にお風呂に入るっていうお話なんですが、まず日本人にとってお風呂というのは、多分ね、ただ体をきれいにするところという認識ではなくて、体を温めてリラックスする場所だと思うんですよね。そしてコミュニケーションの場でもあります。はい。子供の頃は、のぼせるまでお湯に浸かって、親と遊んだり、話をしたりすると思います。で、私はね、おしゃべりしたり、歌ったり、あとはね、石鹸の泡で遊んだり、お風呂の中でね、お店屋さんごっこをしたりね、親と一緒にお風呂に入っていろんな遊びをしました。これは私にとっては普通のことで、多くの日本人もそうだと思いますし、さっきもね、言ったようにアニメにも描かれるんですが、そもそもね、なんで親子一緒に入るんだろうって考えてみると、まずね、シャワーだけじゃなくてお風呂文化だからっていうのがあると思います。シャワーだけね、浴室にポーンってついているわけではなくて、浴槽がね、ありますよね。で、これはまずね、浴槽に子供一人で入るというのはとても危険です。なので、もう必然的に親子で入ることになりますよね。親子じゃなくても子供と大人ね、一緒に入ることになると思います。それから、公衆浴場文化が日本にはね、根付いています。
昔はお風呂が全ての家にあったわけではないんですよね。なので、銭湯に行く人が多かったです。銭湯というのは知らない人と一緒にお風呂に入りますから、裸で他の人と一緒にお風呂に入るというのは当たり前だったんですね。銭湯にね、親子で行ったり、おじいちゃんおばあちゃんがね、孫と一緒に行ったりして、なので子供の頃から他の人と一緒にお風呂に入るというのは普通の環境だったので、家のお風呂に親子で入るのも不自然ではないですよね。はい。私はね、よく近所のおばちゃんと銭湯に行っていました。そこでね、おばちゃんの背中を洗ってあげるのとかね、よくやっていました。おばちゃんがね、言うんですよ。ちょっと見る。背中流してよ。なんて言ってね。で、はーいって言って、背中をタオルとかでね、こう洗ってあげるんです。で、これはね、かなり仲良くないとできないことですよね。親の背中を流すとかね、お世話になった人の背中を流す、友達の背中を流す、なんていう言葉があるんですが、背中流すっていうのはね、こう洗ってあげて、ジャーっとお湯かけてあげるっていうことなんですが、このね、背中を流すというのは結構ね、信頼関係の象徴でもあると思います。で、お風呂はね、さっきコミュニケーションの場でもあるって言ったんですが、裸の付き合いっていう言葉もあるんですよ。裸の付き合いという言葉の意味を説明すると、まずね、日本だけじゃないんですが、日本には本音と建前がありますよね。そして、特にね、日本では上下関係が結構厳しいです。でもね、一緒にお風呂に入ることでね、こう裸になってお風呂に入りますから、ただの人間同士になるわけですね。それでお互いの距離が縮まるという考えです。例えば、社員旅行で温泉に行って、みんな裸になって一緒の温泉に浸かるとかね、上司とか部下、先輩後輩関係なく裸になって一緒のお風呂に入るとか、友達と旅行に行って一緒に温泉に浸かるとか、そんな風にして本当に裸になって、ただの人間同士になって一緒に過ごす。これをね、裸の付き合いと言って、なので、この裸の付き合いという言葉には、立場とかね、そういうのを脱ぎ捨てて、本音で付き合うっていう意味があるんです。はい。もうさ、私たち裸の付き合いなんだから何でも言ってよ、みたいな感じで使います。で、こんな感じで、日本では親子だけではなく、誰かと一緒にお風呂に入るというのは不自然なことではないんですね。むしろ、一緒にお風呂に入ることによって、心の距離が近づくって考えます。背中を流すとか、裸の付き合いとかね、そういう言葉があるぐらいですね。はい。なので、日本人同士だとこういうのね、割と普通なんですが、他の国のね、人と話すと、これはかなり独特な考え方のようで面白いなーって思います。ということで、今日は親と一緒にお風呂に入る日本人というお話をしました。じゃあ、バイバイ。